こんばんは、新パイロットきよきよです。フライトシムのデバイス紹介動画へようこそ。今日の動画はフライトシムコミュニティで話題の WinWing さんが満を持してリリースした737用パネルユニットに焦点を当てます。ご紹介するのはこちらの 3NPDC とこちらの 3MPDC です。3NPDC が NG シリーズ用で 3MPDC が MAX シリーズ用に使います。エアバス用のリアルなハードウェアを次々に市場へ投下してきた WinWing さんですが、もちろんボーイングのことも決して忘れてはいません。日本国内では1つあたりおよそ 13,500 円で販売されているこの高精度ユニット。おそらく多くのユーザーは WinWing さんの PAP3 の両サイドに1つずつ、つまり合計2個欲しくなるはずです。そうなるとその価値は文字通り2倍になります。今回の動画ではこれらを詳しく見ていきましょう。ひとまず PAP3 は後ろに置いておいて、おそらくマイクロソフトフライトシミュレーターで一番使うであろう 3NPDC の方から見ていきましょう。これらのユニットは特徴として PAP3 がなくても動くよう独自の USB があります。こうすることによっていくつかメリット・デメリットがあります。デメリットとしてはパソコンの背面の USB スロットが余計に使われてしまうことです。私の場合 USB ハブがあるのでなんとかなりますが、全員がそのような状況にあるわけではありません。こうしたフライトシムのデバイスをたくさん使う場合、多くの USB が必要です。できれば数珠つなぎにできたらよかったと思っています。一方でメリットもあります。それは PAP3 を買わなくても単独で動作することです。他のメーカーの機器を組み合わせたいときにはこれだけを購入するだけで済みます。しかもこの 3NPDC は上部の黒いクレアシールドが外せるようになっており、箱の中に左右どちらかのブラケットが入っています。つまり PDC 上で左右を入れ替えることができるのです。取り付け取り外しも簡単で、基本的にはこのネジとこのネジを外します。取り外す際はネジを外した後に前に押し出し、反対側のブラケットを差し込んでネジを締めれば完成です。とても簡単ですね。さて 3NPDC をもう少し近くで見てみましょう。WinWing さんはこれらが実機と同じスケールであると述べています。本体の裏面にボルトと専用ブラケットが入る穴があります。この後説明書通りに組み付けを行いますが、並べただけでもかなりの幅になっているのがわかります。デスクスペースを取ることになりますが、実際の機体と同じスケールになっているので満足感は得られると思います。この PDC に期待される必要なものは全て揃っています。上から順に見ていくと、ミニマム調整用のノブがあります。奥と手前のノブは独立して動くようになっており、レディオミニマム、バロミニマムを選択する奥のノブについてはちょっと硬いですが、左右どちらかに回すと素敵なクリック感があります。もちろん手前のノブでミニマムコードを調節することも可能です。中央のリセットもしっかりとクリック感があります。手前のノブはくるくる360度回るタイプではなく、どちらか左右に少し回すと細かな調整ができ、深く傾けると大きく数字が動きます。反対側には気圧のバロとヘクトパスカル、水銀中インチに切り替えられるようになっています。こちらのノブも左側と同じような感じです。スタンダードのボタンも機能します。VOR や ADF のスイッチもカチカチと素敵なクリック音が鳴ります。ナビゲーションディスプレイのマップ表示に移りましょう。プラン、マップ、VOR、アプローチ、
センターが選べるモードセレクター。センターについてはプランにした場合、押せなくなるような機構が入っています。そしてレンジセレクターとトラフィックボタンがあります。こちらのノブも回すのに少し力がいります。調整ができるようであれば軽い力で回るようにしたいです。そして各スイッチたちはゴム製の柔らかいスイッチになっていてしっかりと機能します。実際の EFYS に求められるすべての機能がこれらの製品には備わっています。次に 3MPDC の方を見ていきましょう。基本的には NG と同様ですが、レンジセレクターがクリック感があるものではなく、左右360度にフリーに回転するものであること。レンジにはマイルの刻印がありません。そして機体の縦方向の情報を表示してくれる VSD ボタンがあることです。3NPDC、3MPDC の違いはこんな感じです。では PAP3 にこれらを取り付けてみましょう。今回は 3NPDC を基調席側に、3MPDC を副基調席側に取り付けます。PAP3 の背面にボルトと専用ブラケットを取り付けたら完成です。カメラに収めるのが難しいほどかなりの幅になりました。もう一度言いますが、デスクスペースだけはしっかりと確保しておいた方が良いです。品質に関して言えば PAP3 と一致しています。もし PAP3 を持っていれば映像の通りぴったりマッチすることでしょう。背面に USB を接続したら WeWing さんで配布されている SIM Pro を開きます。今回は 3MPDC を副基調席側に取り付けたのでちょっとだけ変更が必要です。デバイスの設定画面を開いたら右下を確認します。ここには左右どちらのデバイスなのか切り替えられるようになっています。今回は右側の設定になっているのでこのままにしておきます。もし両方の PDC を取り付けた後、この設定を行わなかった場合、入力が反映されない可能性があるので注意してください。フライト SIM を起動し、PMDG737 で操作感を確認してみましょう。動作の遅延は非常に最小限です。SIM とデバイス間での違いはほとんどわからないレベルです。左右で別々のデバイスを取り付けていますが、PMDG737 では自動的に同期してくれるようで、特に問題なく左右の EFIS を操作できます。そしてこれらのバックライトはすべて SIM 上で操作すると同期して点灯したり消えたりしてくれます。さて、利用可能な航空機リストを見てみましょう。著名なアドオンだと iFly737、デフォルトの747、PMDG777、マイクロソフトフライトシミュレーター2024の 737MAX などで動作してくれます。ここまで 3N、3MPDC をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。このハードは日本のチャンネルで販売されており、1つあたりおよそ 13,500 円。ここで購入すれば送料なしで手に入れることができます。PAP3 と組み合わせるとかなり大きなサイズにはなってしまいますが、ボーイングファンならぜひこれらをチェックしてみてください。SIM への素晴らしい追加デバイスになると思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。